白亜紀末期、地球の支配者だった恐竜たちは、突然の災厄に直面する。直径 10km ほどの小惑星が、現在のメキシコ、ユカタン半島付近に衝突したのだ。この衝突は、大気中に大量の塵とガスを巻き上げ、太陽光を遮り、地球全体を極度の寒冷化へと導いた。植物の光合成が停止し、食物連鎖の基盤が崩壊する。その結果、地球上の生物種の約 75% が絶滅し、非鳥類系の恐竜はその全盛期を終えることになった。しかし、この大惨事の陰で、ある小さな生命体がその可能性を秘めていた。それが哺乳類である。哺乳類は中生代から存在していたが、巨大な恐竜の影に隠れるように、地表の暗がりで生き延びてきた。小型であり、夜行性であった彼らは、恐竜の支配下でも独自の進化的特徴を徐々に獲得していった。高温性、毛皮、耐性、そして乳汁を分泌する乳腺など、一見すると地味な進化だったが、これらは後に絶大な生存優位性をもたらすものだった。この時代、哺乳類は昆虫や小型の脊椎動物を主に捕食し、地表や木の根元に潜むような生活を送っていた。KPG 境界の大量絶滅によって、恐竜という天敵が姿を消したことで、哺乳類は初めて自由に生態間とニッチを求める道が開かれた。それまでの制約が取り払われ、新しい環境に適応し、多様な形態と生態を獲得する機会を得た。この時期の哺乳類はまだネズミほどの大きさのものばかりだったが、絶滅後わずか数百万年という短期間で、体サイズや食性、行動パターンに至るまで、多様化が急速に進んだ。この爆発的な進化の背景には、単に環境の空白を埋めるという偶然だけでなく、中生代を通じて蓄積された進化的特徴が、予備適応として機能したという重要な視点がある。高温性は気温変動に強く、耐性と乳児育児はこの生存率を高め、脳の発達は複雑な行動を可能にした。こうした特徴が、絶滅後の不安定な環境において、哺乳類の成功を決定づけたのである。研究によれば、KPG 境界を挟んで哺乳類の主多様性は4倍にまで増加した。この適応的放散は、単に体サイズが大きくなったというだけでなく、食性の分化、移動手段の進化、さらには生活環境の拡大にもつながった。例えば、草食性への転換は、新たなエネルギー源の獲得を意味し、肉食性の進化は捕食者としての地位を確立するきっかけとなった。哺乳類の進化における成功の鍵を理解するには、まずその生物学的特徴を深く掘り下げる必要がある。哺乳類は分類学的に、顎に一対の下顎骨を持ち、毛皮に覆われ、高温性であり、耐性で子を産み、乳腺によって乳汁を分泌して幼獣を育てるという明確な定義を持つ。この一連の特徴は、それぞれが独立して進化したものではなく、互いに関係し合いながら形成されてきた進化の集大成である。高温性、つまり体温を一定に保つ能力は、哺乳類が多様な環境に適応する上で極めて重要な要素だった。冷血動物である爬虫類は、周囲の気温に大きく左右されるため、寒冷な環境では活動が制限される。しかし哺乳類は体内で熱を産生するため、夜間や寒冷地でも活動が可能だった。この特性は、中生代の恐竜の支配下で夜行性を採用した哺乳類にとって、生存競争を回避する上で有効な戦略だった。さらに、毛皮の進化も哺乳類の高温性を補強する重要な要素となった。初期の哺乳類の化石からは、皮膚に気泡の痕跡が確認されており、これが体温の維持に役立っていたことが分かっている。毛皮は単なる断熱材ではなく、触覚機能や体温調節、さらには社会的なコミュニケーションにも利用されるなど、多機能な進化の産物である。耐性と乳児育児は、哺乳類の繁殖戦略における画期的な進化だった。卵を産む爬虫類や鳥類とは異なり、哺乳類は体内で子を育て、出産後も乳汁によって子を養う。この方式は、この生存率を飛躍的に高め、親のケアが子の成長に直接影響を与えるという進化的優位性を生み出した。特に、初期の哺乳類が小型であり、捕食者に狙われやすい環境にいたことを考えると、この繁殖戦略の重要性は計り知れない。また、哺乳類の脳の進化も見逃せない。中生代の哺乳類は、嗅覚と聴覚に優れた感覚器を持ち、これらを駆使して暗闇の中で獲物を追跡したり、天敵を察知したりしていた。脳の発達は、複雑な行動や社会構造の形成にも寄与し、後に霊長類や人類の知性の基盤となった。これらの生物学的特徴は、中生代の厳しい環境下で少しずつ進化し、
KPG 大量絶滅後の急激な環境変化にも適応できる柔軟性を哺乳類にもたらした。この進化の蓄積が、絶滅後わずか数百万年の間に哺乳類を多様化させ、新たな生態間と役割を果たす存在へと押し上げたのである。哺乳類の成功は、単なる偶然ではなく、長年にわたる進化の結果として必然だった。哺乳類の進化における初期の段階を理解するには、中生代に生息していた初期の哺乳類に注目する必要がある。その代表的な存在が、約2億年前の三畳紀後期に登場した、モーガヌクドン、モーガニコドンである。この小型の哺乳類は、ネズミほどの大きさで、昆虫を主に捕食していた。しかし、その体の構造や行動には、後の哺乳類の成功を予感させる特徴が数多く見られた。モーガヌクドンの最も注目すべき点は、下顎に一対の下顎骨を持つ点である。これは現代の哺乳類と共通する特徴であり、進化の重要なステップだった。また、その歯は哺乳類特有の文化が見られ、節歯、犬歯、臼歯が明確に区別されており、食物の処理に適応していた。このように、モーガヌクドンは、中生代の恐竜の支配下でも独自の進化的特徴を獲得し、生存の道を切り開いていた。さらに、モーガヌクドンは夜行性であり、暗闇の中で活動していたと考えられている。この行動パターンは、昼間に活動する恐竜との競合を避ける上で有効だった。また、発達した嗅覚と聴覚によって、暗闇の中でも獲物を追跡したり、天敵を察知したりすることができた。このようにして、モーガヌクドンは、恐竜の影の中で生き延びる独自の戦略を確立していた。また、モーガヌクドンの脳も、他の同時代の生物と比較して相対的に発達していた。これは、複雑な行動や環境への迅速な適応を可能にし、後の哺乳類の知性の基盤となった。さらに、毛皮に覆われていたことから、体温を一定に保つ高温性を備えていた可能性が高い。この特徴は、寒冷な環境でも活動が可能であり、生存競争において有利に働くものだった。このような初期哺乳類の存在は、哺乳類の進化が単なる偶然ではなく、中生代を通じて蓄積された進化の結果であることを示している。彼らは恐竜の支配下で、独自の適応戦略を確立し、絶滅後の爆発的な多様化の基盤を築いていた。哺乳類の進化の物語は、こうした小さな生命体の努力と進化の積み重ねから始まったのである。KPG 大量絶滅は、地球の歴史において極めて劇的な転換点となった。この大規模な絶滅イベントの中心的な原因は、小惑星の衝突による環境の急激な変化にある。衝突の衝撃は、地震や津波、火災旋風を引き起こし、大量の塵や硫化物が大気中に巻き上げられた。この陣雲は太陽光を遮り、地球全体に数ヶ月から数年にわたる、衝突の冬とも呼ばれる寒冷化をもたらした。植物の光合成が停止し、食物連鎖の底面が崩壊することで、多くの生物が餓死または環境変動に耐えられずに絶滅した。この最悪の影響は、地球の生態系全体に深刻な打撃を与えた。海洋ではプランクトンの大量死が起こり、それを捕食する生物から食物連鎖全体が崩壊した。陸上では、大型の草食性恐竜が絶滅し、それに依存していた肉食性恐竜も消えていった。しかし、この混乱の中でも、一部の生物は生き延びることができた。その代表が、小型の哺乳類と鳥類だった。鳥類は、獣脚類の一種であるティラノサウルスやベロキラプトルなどに近縁でありながら、飛行能力と小型の体を武器に、絶滅を乗り越えることができた。一方、哺乳類もまた、小型であり、夜行性で、地中に巣を作っていたことが災い転じて功となった。これらの特徴により、彼らは極度の環境変化にも耐え抜き、絶滅後の空白を埋める存在として急浮上した。絶滅後、地球の気候は次第に回復し、パレオセヌ期には温暖で湿潤な環境が広がった。この新しい時代では、哺乳類にとって新たな生態間とニッチが開かれ、急速な多様化が始まった。初期の哺乳類は依然として小型であり、昆虫食が中心だったが、やがて食性の文化が始まり、草食性や肉食性の哺乳類が登場した。この適応的放散は、哺乳類が絶滅後わずか数百万年の間に、体サイズを10から100倍にも拡大し、多様な生態間と役割を獲得するきっかけとなった。この進化の原動力となったのは、中生代を通じて培われた進化的特徴の予備適応だった。高温性は気温変動に強く、胎生と乳児育児はこの生存率を高め、発達した脳は複雑な行動を可能にした。これらの特徴が、
絶滅後の不安定な環境において、哺乳類の成功を決定づけたのである。こうして、KPG 大量絶滅は、哺乳類にとって悲劇と機会が交錯する出来事だった。恐竜という天敵が消えたことで、哺乳類は初めて自由に進化の道を歩み始めた。この時期に起きた生態間と機械の解放は、その後の哺乳類の繁栄を決定づける重要な節目の出来事だった。白亜紀末の大規模絶滅が地球の生命の地図を一変させたとき、そこには新たな支配者のための舞台が静かに整えられていた。600万年前、恐竜という巨大な影が地表から消えると同時に、それまで影に隠れていた小さな存在が、ゆっくりと地表に姿を現し始めた。それは、今や地球上で最も多様な脊椎動物群へと発展する哺乳類の始まりだった。中生代の長い歳月、哺乳類の祖先は恐竜の足元を這うようにして生存を続けてきた。しかし、大絶滅後の新たな環境は、彼らにかつてない機会を提供した。空いた生態間とニッチは、まるで真空状態の容器のように、あらゆる形の生命を受け入れる準備ができていた。その中で、胎盤を持つ哺乳類、いわゆる新獣類、ユーサーリアは、進化の主役の座へと急速に駆け上がっていく。胎盤という生殖戦略の獲得は、哺乳類の進化における最大のブレイクスルーの一つだった。この構造により、母体は胎児を体内で長期間保護しながら、栄養と酸素を直接供給できるようになった。生まれる前の個体は、外界の危険から隔離され、発達の段階で極めて高い生存率を得ることになった。これは、環境への適応力に大きな影響を与えた。例えば、寒冷な気候や乾燥した地域でも、母体の高温性と胎盤の保護機能によって、次世代を安全に育むことが可能になった。この仕組みは、進化の速度を加速させ、多様な環境への進出を可能にする土台となった。初期の新獣類は、体長わずか数センチメートルの小さな動物だった。しかし、古代未期のパレオセヌ期に入ると、彼らは急速に体のサイズを拡大し、わずか数百万年の間に数十倍、時には100倍以上に成長する種も現れた。北米のビッグホーン盆地やヨーロッパの地層から発掘される化石は、その驚異的な変化を証明している。例えば、コリフォドンという初期の大型草食性哺乳類は、体高1メートル以上、体重数百キログラムに達し、湿地帯で生活していたと考えられている。この動物は、まだ原始的な体型を持つにもかかわらず、草や水辺の植物を効率よく摂取できるような葉の構造を備えていた。これは、新しい食性への適応が、解剖学的に迅速に進行した証拠である。また、胎盤哺乳類の進化は、単なる体の大きさや食性の変化にとどまらなかった。彼らは、陸上だけでなく、空中、水中へとその領域を広げていった。エオセン期になると、すでにコウモリの祖先となる種が飛行能力を獲得していた。オニチョニークテリ。フィネイという化石は、まだ尾膜を持ち、爪も残していた原始的な形態を見せつつ、すでに翼膜を備え、空中を滑空あるいは飛行していたことを示している。この飛行の獲得は、昆虫食性の哺乳類が新たな食物源と逃避経路を得たことを意味し、進化の柔軟性を如実に示している。一方で、海洋へと進出した哺乳類の代表が、クジラの祖先である。パキスタスやアンブオチェタスといった初期の鯨類は、元は陸上で生活する四足動物だった。しかし、環境の変化に伴い、川や汽水域へと生息域を移し、やがて完全な海生生活へと移行していった。アンブオチェタスの骨格は、陸上を歩行しつつも水中での推進力を得るための強靭な後肢を持ち、尾を使った泳ぎの原型を見せている。このような段階的な適応の過程は、陸から海へ、再び陸に近い環境へと戻るという、生命の驚異的な可塑性を物語っている。胎盤哺乳類の多様化は、単なる偶然の産物ではなく、遺伝的基盤と環境圧力の相互作用によって推進された。近年の分子系統学部の研究によれば、主要な哺乳類の目は、KPG 境界よりもやや前の時期にすでに系統的に分岐を始めていた。つまり、大絶滅以前から、哺乳類の内部には多様化の種子がすでに存在していたのである。大絶滅は、その種子が急速に発芽するための雨となった。環境の急激な変化が、競争のルールを一変させ、それまで抑圧されていた形質が急激に選択圧を受け、多様な形態が出現した。この爆発的適応放散は、進化の歴史において稀に見る現象であり、哺乳類が地球の生態系を再編する原動力となった。さらに、これらの変化は、単に形態や生息域に限らず、
行動の複雑さへとつながっていった。胎盤による長期間の育児は、母子間の絆を強化し、学習の期間を延ばすことを可能にした。この延長された発達期間は、より複雑な行動や社会構造の発展につながる土台となった。例えば、初期の霊長類は、立体視や対抗性の親指を進化させることで、樹上生活に特化した。立体視は、距離の把握を可能にし、枝から枝へ安全に移動するのに不可欠だった。対抗性の親指は、細かい物体をつかむ能力を高め、食物の選択や道具の使用へとつながる可能性を秘めていた。このような適応の連鎖は、哺乳類が単なる生き残りから繁栄へと移行する過程を示している。彼らは、環境の変化を脅威として受け止めるのではなく、新たな可能性として捉え、遺伝的多様性と柔軟な発生プログラムを駆使して、あらゆる生態間とニッチを征服していった。この段階において、哺乳類はもはや、恐竜の影に隠れた存在ではなかった。彼ら自身が、新たな地球の物語を紡ぎ始めていたのである。大絶滅の直後、地球の生態系は未完成のパズルのように見えただろう。恐竜という中心ピースが外れたことで、多くの場所が空いた。そこに、かつて影のような存在だった哺乳類が、速やかにその空白を埋め始めた。古代未期の初期、特にパレオセヌ期からエオセン期にかけて、哺乳類の種分化は驚異的なスピードで進行した。これは、大未期の放射、テリアリ。ラジエーションと呼ばれ、進化史上でも特に急激な多様化の例として語られる。たった1.000万年という地質学的にごく短い期間のうちに、現代に至るまで続く主要な哺乳類の目がほぼすべて登場したのである。この多様化の鍵は、生態間とニッチの多様性にあった。空いた空間には、草食、肉食、雑食、水中生活、飛行、樹上生活など、あらゆる生活様式が求められた。哺乳類は、それぞれのニッチに応じて、体の構造、歯の形、感覚器官、行動様式を進化させた。例えば、草食性の哺乳類では、セルロスを分解するための複雑な消化器官が進化した。偶蹄目の祖先であるダイアコデクシースは、小さな体ながら、非常に長い足を持ち、草原を素早く移動できるように適応していた。その歯は、草をすりつぶすのに適した非冠歯から、やがてエオセン末期には高冠歯へと進化し、より硬い植物を摂取できるようになった。これは、気候の乾燥化に伴い草原が広がる中で、食物源の変化に対応するための進化だった。一方、肉食性の哺乳類もまた、急速に進化した。初期の肉食目カーニボラの祖先であるバイバーラバスは、小型の獲物を捕らえるための鋭い牙と、敏捷な動きを持つ小型動物だった。しかし、時間の経過とともに、より大型の獲物を狩るための体格と戦略が進化した。プロトタイルスかプロトセレティダエのような草食動物が大型化するにつれ、それに対応する捕食者もまた、体のサイズと攻撃能力を拡大せざるを得なかった。捕食と被食の関係は、進化の軍拡競争ともいえる相互適応を促し、両者の形態と行動を洗練させていった。社会的構造の変化も、この時期の重要な特徴だった。一部の哺乳類は、単独生活から集団生活へと移行し始めた。集団生活は、外敵からの防御、獲物の共同狩猟、この保護といった利点をもたらした。例えば、初期のアフリカの草原に生息した草食性哺乳類のグループは、番ぐるみで警戒を行い、捕食者の接近をいち早く察知する戦略を採用していた。このような協力行動は、生存率を高め、種の存続に寄与した。また、気候変動も哺乳類の多様化に大きく影響を与えた。パレオセヌ・エオセン熱極大気、ペトムと呼ばれる、地球規模の急激な温暖化が約5、600万年前に発生した。この時期、全球の平均気温は数度上昇し、熱帯や亜熱帯の森が高緯度地域まで広がった。この変化は、樹上生活に適した環境を拡大させ、霊長類の祖先であるナザータスやダーウィニアス、マジラエのような種の繁栄を助けた。彼らは、枝の間を移動し、果物や昆虫を主食とする生活を送っていた。立体視と対抗性の親指は、この環境で極めて有利な適応となった。逆に、気候が寒冷化する時期には、毛皮の進化や脂肪層の蓄積といった適応が進んだ。例えば、北半球の寒冷地に適応した哺乳類は、短い耳や四肢を持ち、体表面積を減らして熱損失を抑える戦略を採用した。これは後にマンモスや原生の鹿などに引き継がれる法則となる。また、
冬眠や食物の貯蔵といった行動間と適応も、エネルギー効率を高める手段として進化した。このように、哺乳類の多様化は、環境の変化、競争、捕食、食物資源の変動といった複数の要因が絡み合って進行した。彼らは単に、空いた場所に入ったというだけでなく、その場所を自分たちのものにするために、形態的行動的に進化し続けた。その結果、地球上の陸地のあらゆる場所に、哺乳類の足跡が刻まれることになった。砂漠、山岳、草原、森林、湿地、そして極地に至るまで、彼らは限界を押し広げていった。この段階で、哺乳類はもはや、適応を超え、支配の域に達しつつあった。生態系の頂点に立つ肉食動物から、基盤を支える草食動物、そして分解者としての役割を果たす雑食動物まで、食物連鎖のあらゆる階層に彼らの姿があった。これは、生命史上、初めて哺乳類が地球の主導的な生物群となった瞬間だった。哺乳類の成功は、単に体の大きさや生息域の拡大だけにあらず、その内面的な変化、すなわち脳の進化に深く根ざしている。大絶滅後の環境変化は、単なる物理的適応だけでなく、認知能力の進化をも促した。特に、脳のサイズの拡大と構造の複雑化は、問題解決、社会的相互作用、長期的計画といった高等な行動を可能にし、哺乳類の生存戦略を根本から変えた。初期の哺乳類の脳は、爬虫類と比べてすでに相対的に大きかったが、古代幹に入ると、その成長スピードが加速した。特に霊長類では、視覚野や前頭前野の発達が目立った。視覚野の拡大は、立体視と色覚の向上を支え、樹上での精密な動きを可能にした。前頭前野は、意思決定、衝動の抑制、未来の予測といった高次機能を担う領域であり、これが発達することで、個体は単なる反射行動を超えて、状況に応じた柔軟な対応ができるようになった。例えば、ナザータスのような初期霊長類の化石から得られる頭骨の内型、インドキャストは、すでに比較的大きな脳容積を持ち、特に視覚処理に特化した構造を見せている。この進化は、単に、よりよく見るためだけではなく、環境の複雑さに対応するためのものだった。樹上という三次元的な環境では、距離の把握、枝の強度の判断、他の個体との位置関係の認識が生死を分ける。そのため、自然選択は、こうした認知能力を高める遺伝的変異を強く選んだ。さらに、社会的な生活が進むにつれて、他者の意図を理解し、同盟を築き、欺きや信頼のバランスを取る能力が求められるようになった。これを、社会的脳仮説と呼ぶ学者たちがいる。この仮説によれば、集団のサイズが大きくなるほど、個体が管理しなければならない社会的関係の数が指数関数的に増加する。そのため、その複雑さに対応するために、脳のサイズと神経接続の密度が進化したという。実際、社会的グループが大きい種ほど、相対的な脳サイズが大きい傾向が見られる。脳の進化には、エネルギーという現実的な制約も存在した。安静時でも脳は全身のエネルギー消費の約 20% を占める。これは極めて高コストな器官である。そのため、このような大きな脳を維持するには、豊富な食物と効率的な消化、さらには育児期間の延長が不可欠だった。哺乳類は、父による育児と長期の親子関係を通じて、この制約を乗り越えた。親が子に食物を提供し、安全な環境で学習の時間を与えることで、認知能力は次の世代へと確実に伝達されていった。このように、脳の進化は、環境、社会、エネルギーの3つの要因が相互に作用する中で進行した。それは単なる、大きくなることではなく、情報処理の効率、記憶の保持、予測能力といった質的な向上でもあった。この認知の進化は、やがて道具の使用、火の制御、言語の発達へとつながる道筋を用意した。哺乳類の中でも、特に霊長類がその道を歩み始めたとき、地球の歴史は新たな段階へと移行しようとしていた。哺乳類の成功は、個体の適応を超えた、集団としての知恵の結晶でもあった。社会性の発展は、生存戦略の根幹をなす要素となり、捕食者からの防御、資源の獲得、繁殖の成功において決定的な役割を果たした。特に、無理生活や協力行動、複雑なコミュニケーションの進化は、個体の限界を超えて、集団全体の適応力を高める鍵となった。初期の哺乳類の多くは単独で生活していたが、時間の経過とともに、母子のペアから小さな家族グループ、さらには大規模な社会へと進化した。
例えば、初期の草食性哺乳類の中には、メスとその子だけで構成されるグループを形成する種が現れた。この構造は、この保護と資源の効率的利用に有利だった。捕食者が近づいたとき、複数の個体が警戒を分担することで、個々の警戒時間は減り、食事や休息の時間が増える。これは、監視の利益と呼ばれる現象であり、社会性の基本的な利点の一つである。さらに、協力による狩猟も進化した。一部の肉食性哺乳類は、単独での狩りが限界に達すると、仲間と協力して大型の獲物を倒す戦略を採用した。獲物を追い詰め、包囲し、弱った個体を狙う。このような戦術は、高度なコミュニケーションと役割分担を必要とする。個体は、相手の動きを予測し、タイミングを合わせ、状況に応じて行動を調整しなければならない。これは、単なる本能を超えた、学習と経験に基づく行動の集積だった。コミュニケーションの手段も多様化した。音声、身振り、匂いマーク、触覚など、複数のチャンネルを通じて情報が交換された。例えば、初期の霊長類は、異なる鳴き声で、捕食者がいる、安全餌があるなどを伝え合っていたと考えられている。このような信号の体系化は、集団の協調性を高め、混乱を防ぐのに役立った。また、フェロモンや尿によるマーキングは、縄張りの主張や繁殖状態の通知に利用された。社会性の発展は、育児の形態にも影響を与えた。多くの哺乳類では、母親だけでなく、他のメスやオスが子の世話を手伝う、共同育児が見られるようになった。これは特に、この生存率を高める効果があった。例えば、ある個体が警戒している間、別の個体が子に乳を与える。このような協力は、血縁個体間で特に強く見られ、遺伝的利益を最大化する戦略として進化した。社会的行動の進化は、認知能力の向上と深く結びついていた。他者の意図を理解し、信頼関係を築き、同盟を形成するには、高度な心の理論、セオリーオブマインドが必要だった。個体は、この相手は今、何を考えているのか、この行動は、信頼できるのか、といった判断を瞬時に下さなければならない。このような能力は、脳の前頭前野や扁桃体といった領域の発達と密接に関連している。最終的に、社会性の進化は、哺乳類が環境を、受け身で適応する、存在から、能動的に構築する、存在へと変える原動力となった。集団は単なる個体の集合ではなく、情報と行動が共有されるネットワークであり、その中で知識が蓄積され、伝承された。このプロセスは、やがて文化の萌芽へとつながっていく。哺乳類の繁栄は、力や速さだけではなく、知恵とつながりの勝利だった。6600kpg。生命。初期。1。400。3、4。生命。DNA。どのように ?kpg。一重引用符、オポチュニスティックエボリューション、一重引用符。一重引用符、一重引用符。一重引用符、一重引用符。DNA。DNA。DNA。一重引用符、一重引用符。哺乳類の進化の流れが、やがて人類の誕生へとつながる中で、最も皮肉な展開は、他の哺乳類の運命を大きく左右する存在として人間が登場した事実です。かつて恐竜の陰でひっそりと進化を続けていた小さな動物たちが、やがて地球の生態系を支配するに至ったように、今度はホモ・サピエンスという一つの種が、他の哺乳類の進化そのものに干渉するようになったのです。その影響は、生息地の変化、家畜化、そして多くの種の絶滅という形で、歴史の中に深く刻まれています。約1万年前、フリントとターゲットの草原地帯で始まった農耕の試みは、やがて家畜化という新たな関係性を人間と他の哺乳類の間に築き上げました。狼は、人間の集落の周囲に現れ、食べ残しを漁るうちに、徐々に社会的な距離を縮めていきました。その中で、攻撃性が低く、従順な個体が選択され続けた結果、やがてその子孫は、人間と共生する新しい形態、すなわち犬として定着していきます。この過程は、自然選択ではなく、人為選択による進化の典型的な例です。遺伝子レベルの解析によれば、現代の犬の祖先にあたる狼集団は、少なくとも2度にわたり異なる地域で独立に家畜化が進んだとされています。このように、人間は自らの生活を豊かにするために、他の哺乳類の進化の方向性を意図的に変えていったのです。家畜化は、牛、羊、豚、
ヤク、ラクダなど、多様な種に広がりました。それらはもともと野生の草食動物でしたが、人間が求める性質体重の増加、乳の生産量、従順な性格に応じて、何世代にもわたって選択的に繁殖されてきました。その結果、野生種とは大きく異なる形質を持つ個体群が生まれました。例えば、現在の家畜牛は、祖先であるオーロックスに比べて角が小さく、攻撃性が低く、繁殖サイクルが短くなっています。こうした変化は、単なる外見の違いではなく、ホルモンバランスや脳の構造にも影響を及ぼしていることが、近年の神経生物学的研究で明らかになっています。一方で、人間の活動は、哺乳類の絶滅にも深く関与しています。特に感新世以降、地球規模で大型哺乳類が次々と姿を消した現象は、感新世の大量絶滅として知られています。マンモス、メガテリウム、小細孔、アメリカサイ、ケルベロテリウムなど、氷河期の草原を代表する巨獣たちが、人類の狩猟圧や生息地の破壊に耐えきれず、数千年の間に消滅していきました。北アメリカでは、約1万3。0年前にクロマグロースや小細孔が絶滅した時期と、人類がベーリング陸橋を越えて到達した時期が一致していることから、狩猟が決定的な要因